この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。戻ってきた。なんだか知らんが警官まで追いかけてきよった。わしの税金で飼われておる犬のくせに生意気な。人気のない路地まで男を誘導した俺たち。疲弊した俺たちに代わって精神的に追い詰めてくれているのはなぎらさんだった。そこを動けな悪党！叫ぶタイプか。初めからそうすればよかったんじゃない？強盗だーって、泥棒だ捕まえてって叫べばよかったんだ。ってきよった。マジマジ憲兵隊より憲兵しとるやん。やばいって。なんかなぎらがタックルした拍子にマリモの瓶とか割れそうだけど大丈夫か？あんな簡単に発砲していいんですか？まあ当てるつもりはないだろう。多分当てるつもりがなくとも万が一くらいはありえなくはない。この時ばかりは彼に同情した。しかしここまで来て捕まってたまるものか。お、すげえ。妙に逃げ慣れているな。確かに。掘れば余罪が出るかもしれん。ところで誰なんですか、あの男。嫌に身なりが良かったですが。成田造船の成田権蔵だったかな。日比谷の船成金らしい。そんな大物に銃を向け、しかも撃って大罪じゃないですか自分。凶悪に立ち向かってこそ正義の使者というものだ。ああ、発砲は私が指示したわけではないから責任は自分で負ってくれよ。なんかすごい時代だな。人の首にサーベルを突きつけてくる憲兵もいるし、もう手に負える範疇ではないので、なるべく他人事のように考えて現実逃避していた。でもあの男が逃げた先って、最後まで手を焼かせてくれるものだ。公園だ。男が逃げ込んだ場所、日比谷公園。これまでのような市街地と違い、見晴らしもよく追いかけやすいスポットだ。ん？あれ、君たちまだいたのかい？お前もだよ。いろいろあって出戻ってきてしまった。時にこの辺りで走るスーツの男を見かけなかったか？ああ、スーツの男かな。それなら向こうへ走っていったよ。ただその後どこへ行ったかはわからない。ありがとうございます。しかしこの公園内のどこかにいるとなると探すのは難しそうですね。ここはなかなか広いです。だがそうも言っていられない。手分けをして奴を探し出し捕まえマリモを取り返す必要がある。そういうわけで一度分散して公園内を当たることになった俺たち。正門はマキリさんに、南門はなぎらさんにお願いして監視してもらっているので、その間に敷地内で俺と所長がうろつくという戦法だ。もうほんと鬼ごっこだな。それかあるいはかくれんぼ。敷地こそ広大とはいえ、出入り口を抑えているため、実質的にはフクロネズミのはず。そう考えながら歩いていると、突然花壇の中から影が飛び出して俺のことを引きずり込んだ。ようやく一人になりよったな小僧。散々追いかけ回してくれよって。錯だった。自分と同じ目線で探していたばかりにしゃがみ込んでいた存在を気づけないとは。あの女はどうもおっかないしの。
それに比べて貴様は帝国男児らしからぬ軟弱ぶりだ。帝国男児じゃないからな。女のような頭をしよって情けなくないのか。わしの若い頃は帽子なんぞもなく丸坊主が当たり前じゃったというに。めっちゃ殴ってくるやん。たたたたた。無理やりに、頭髪をわしづかみにされ、ブンブン振り回される。酔ってしまいそうだ。めっちゃ冷静やな。めっちゃ冷静やな。そんなことされたのに。まだ反抗的な目をしているな小僧。マリモを返してください。不自由な体勢のままそう訴えると、成田さんは突き放すように俺を解放した。臆さないのは立派だと褒めてやりたいところだが。不意をつかれたとはいえ相手は一人。こちらが引く道理がない。しかし油断していたのはこちらだと俺はすぐ思い知ることとなる。わお。両手を上げろ。死にたくなければな。ピストルを持っていたのか。公園でいきなり銃を抜くなんて。銃刀法違反と言いたいところだが、もしかするとこの時代じゃセーフなのかもしれない。ここで下手に抵抗して射殺されるなんてのはまっぴらごめんだ。俺はおとなしく両手を上げる。そうだ、それでいい。だがわしも鬼じゃない。殺しにまで手を染めようとは思わん。たとえもみ消せるとしてもな。くっつくつと喉を鳴らす成田さん。俺の抵抗など取るに足らぬと侮っていると、圧倒的な優位に立った者の特有の下品笑いだった。成田さんは南へ逃げてしまいましたと、あの女と警官に報告しろ。それ以上追ってくるんじゃないぞ。マリモは立場が分かっているのか貴様。また舐めた口を聞くようなら。返してくれるつもりはないらしい。ここまで来るとマリモへの執着というより追いかけ回された意地もあるのだろう。マリモのために命を危険にさらすのは馬鹿げている。誰が聞いてもそう思う。ああ、なるほどね。そう来るか。だが。200円借金完済生涯豪遊。ああ、妨害の喜びだ。明日にはめでたく借金から解放、助手の司にもボーナスを弾むぞ。そして夜には銀座で牛鍋でもつつこうじゃないか。ん？おい、来るんじゃない。怖くないのか。こちらへ銃口を向けている相手への対処。両手を上げた状態でなるべく距離を詰め、かがむと同時に相手の腕を脇で挟み込んで引き倒す。そういうのは知っとるんだ。へえ。何かしらの訓練でも受け取ったんかな。いや、それだったらもうちょっと冷静な、感情に動かされない冷静な判断ができるはずやから。やっぱりなんかその、ある一定の感情以上になると、ほら、憲兵に詰められた時もそうやったねか。ある一定の感情の高ぶりを見せると、なんかスイッチが入るんやろうな。二人ともか。所長もそうやしな。知識としてはあっても、さすがに実践するのは初めてだな。聞いておるのか。わしはガキ一人くらい。あまり暴力は振るいたくなかったが仕方がない。最初に不覚を取った自分への戒めも込めつつ、不退転の覚悟を決めると、次の瞬間。ふくよかな成田さんの体が軽やかにくるりと、宙を舞った。うちの可愛い書院に何をする。出た、例の。背中から芝生へ叩きつけられる成田氏の体。そこには眉一つ動かさない冷静な彼女の姿があった。マリも大丈夫？
でも背中ぶつけたってことは、どうせマリモは懐に入っとるやろ。だから大丈夫なのかな。おちょ。遅れてすまなかったな司。それにどうやら急須猫を噛む事態だったようだ。パンパンと手と手を払いながら倒れた成田さんを見下ろす所長。体重差を感じさせない鮮やかな足さばきだった。今の山嵐ですか？馬律だ。かの名探偵もおめし東洋の神秘。ま、気にする必要はない。一応架空の武術になっとんやけどな。バリッツって確かホームズシリーズに出てくる架空の武術。空手か柔道がモデルとされていたはずだけど、今の技は明らかに後者のそれだったな。貴様、わしは成金だぞ。女ごときがこんな真似。自分が成金って言うなよ。自分で成金って言うなよ。くだらん。男が女を見下すのはどこの国でも変わらんな。金ならあるって言ったのに、どうしてこんな真似。金があるからこそだろう。金で手に入らない珍品を求めようとする。手段を選ばないのは下賤さの表れといったところだがな。でも成田造船ってなんか引っかかるワードだなって思ったけど、あの帽子の万引きおばちゃんもそんな名前出しとらんかったっけ？マジで夫婦かもしれんな。ぬすっと根性で、あれで。わかった。わしが悪かった。わかったから話してくれ。背骨がヒーヒー言うておる。ふむ。なんでよ、武器は取り上げたんかちゃんと。あ、よかったよかった。所長は成田さんを解放すると逃げ道を塞ぐように立ちはだかった。抜け目なくピストルも踏みしめている。成田さんは腰回りについた雑草を払っていった。警戒せずとも逃げなどせんわ。腹立たしいことに変わりはないがな。え？マリモを返してもらいますよ。構わん。じゃが確か200円とぼやいていたな。にやり成田さんの表情に再び怪しい笑みが宿る。それがこの物の対価なんじゃろ。それならわしは500円出すぞ。何？その時所長の片目がピクリと上がった。喉から手が出るほど欲しいだろう。貧民には大金だものな。ならくれてやるわい。いや。懐から取り出した札束を成田さんはその場へ盛大に撒き散らす。足元に落ちた見やるそれを見やるそれは20円札のようだった。拾え女。ケツをこっちに向けるのを忘れるでないぞ。しかし所長の目は銭になることなく冷ややかなまま彼を見つめて、貧民をなめるな。蔑むような表情で成金の金敵を蹴り上げた。うわー、痛そう。私はプライドを金で売るつもりはない。これは返してもらおう。極楽が見える。地面に転がってしまったマリモを拾う所長。幸いにも中身は無事なようだった。あれだけ走り回ったにすげえなマリモ。行くぞ司。いらぬ労働に付き合わせて悪かったな。いいんですか？いろいろと。通報すれば不利になるのはこちら側だ。それよりあいつがのたうち回っている間に逃げるぞ。とても理不尽な世の中だった。とはいえ所長も明らかにアウトなキックを繰り出しているし、ここは痛み分けというところだろう。ああ、それと
司、我が事務所の掟として一応言っておく。プライドは捨てるなってことか。はい。逃げ帰ろうとするさなか、所長はこちらへ背を向けたまま言った。たかだか数百円のために命など張るな。どんな格闘術を心得ていたとしてもだ。おーん。ラジャ。所長だって俺を守るために飛び出してきてくれたくせに。などとは言わず、助手としての俺は黙って彼女に追従した。そして、お待たせしました。これがマリモです。テーブルに置かれた立派なマリモ。トウコさんは目をキラキラと輝かせて初めてのご対面に興奮していた。わあ、すごい。影虎さん、本当に持ってたんですね。これがマリモですか。ふわふわしてそうですね。実際に触るとそれなりにトゲトゲしいらしい。とはいえ開封は現金だが。このお披露目には、マキリさんを紹介してくれた立役者、レンさんも同席していた。そうだよね。夕方事務所を訪れます、みたいなこと言っとったから。でもそれはあれか。マキリさんの話が吸ったもんだったから、それは関係ないんか。門限があるのであまり遅くまではいられないそうだが、今回の件に関しては間違いなく彼女のおかげだと言える。お二人ともすごく疲れていらっしゃいますね。やはり大変だったのでしょうか。いやー、これはただの事後処理で。まったく手を焼かせてくれたものだ。せめてこの後はゆっくり風呂に入ろう。そう思わせてくれるくらいには、追いかけっこはハードだった。では、これをいただいてもよろしいのかしら。ええ、もちろんですとも、マドマーゼル。ありがとうございます。これでおじも喜びますわ。日夜植物の研究に明け暮れているような方ですもの。お誕生日に間に合ってよかったですね、お嬢様。大事そうにマリモを受け取るトウコさん。由緒ある家柄だというから、その親戚の学者さんとなると、それこそ未来に名が残っていてもおかしくなさそうな。それでですね、マリモをお渡しする代わりにグヘ。始まった。はい、謝礼ですわね。どうぞ。やっぱ所長はそうでなくっちゃ。所長は200円を受け取った。よかったですね、所長。司よ、今夜はパーティーだ。チェリー探偵事務所の資本がこれほど膨らんだ事例は過去にない。もう絶対あれじゃん。あと何十円ある。あと何十円あるって毎日使って多分1ヶ月でなくなるわ、これ。創業した時から貧乏暮らしだったんだろうな。皆さんが楽しくされてるとこっちも楽しくなってきちゃいますね。レン様もありがとうございますね。何でもマリモの持ち主をご紹介いただいたとか。私なんかとても影虎さんがすごい人というだけで。お嬢様、まだ同額ほどは持ってきております。ええ、ならそのままお渡ししてちょうだい。あ、トウコさんの命によりメリッサさんはさらに200円を取り出して、レンさんへ手渡そうとしていた。あ、こんなにもらったらお母さんにびっくりされちゃいます。
びっくり？お札にびっくりする要素があるのでしょうか？やべえ、スーパー金持ち。体験にビビって必死に断ろうとしているレンさんからは、人の良さそうな印象をひしひしと感じた。反対に、トウコさんからは、ナチュラルなお嬢様感というか、現代じゃむしろ中和されてしまいそうな真のゴージャスを目の当たりにしている。いらないのか、レン君。ならば私がもらおう。ほら。所長の分じゃないですって。レンさんなりのモラルの問題というか。トウコさん、どうされました？司さんは耳慣れない単語をよく使いますのね。そうですかね。そうですかねなどと言いつつ、心当たりは100も承知で。日常的に使う横文字、こればかりは気をつけていても、ふとした拍子に飛び出してしまう。気をつけてない単語も出るくせに。それ、私も思ってました。ハイカラだなーって。新語というやつだろう。司は流行に敏感だからな。所長、フォローしてくれるのはありがたいんだけど、その度に俺新たな属性をつけるのはやめてほしい。最近では多くの新語が日本に流入してきていますから、専門の辞典も出ているようですよ。司さんすごいです。私は全然わからない言葉ばっかりです。この流れでどうやってお嬢様に未来人ってことをばらすんかな。まあ、そのうち馴染みますよ。とはいえ、この程度であれば、容易にごまかしが効くだろう。そう思っていたのだが、どうも納得していない人物が一人いて。流行ですか。さすがミラノ帰りの方は違いますのね。いつもの柔和な笑顔のようだが、どこか底知れない圧を感じる。トウコさんの小悪的な瞳に見つめられると、何もかも見透かされたような気になってしまう。あれとはとってもお前そうやねんか。先日に話されていたトライアンドエラーというのはどういう意味なのでしょうか。トライアンドエラーは試行と失敗、ダメ元でも試すみたいな。違う。まあ違うけどまあいいや。俺そんなこと言ったっけ？というより、それをトウコさんはわざわざ覚えていたとは。ミラノ帰りですものね。外国語が入り混じるのも当然ですわ。分かっててやっとるな。そうです。ミラノ帰りなので。アメリカの言葉じゃない？トライアンドエラーって違う。あまり雲行きが良くない。俺は強引に所長へ話題を振った。所長、忘れないうちに、シクラさんにお礼と報酬をお渡ししないと。おっと、そうだった。忘れていた。しかし、気分がいいから20円と言わず21円でも22円でも渡したくなってしまうな。バカだろ。実に上振れの少ないお人だった。それでこそ彼女という気もするが。けど、これで事務所も借金から解放されて一件落着かな。これから先、俺がいつまでここにいるのかわからないけれど、もし俺が未来へ帰ることになっても、なんだこれ、交互の憂いを立てることに変わりはない。そんな円満な終わりは実に俺を安心させてくれる。がしかしだよね。180円。何？ミロちゃん人形付属のあの駒は福岡の伝統工芸品で、これが175円もしたんですよ。だからからくりの値段は締めて180円。待て、あの駒にそんな法外な金額。だいたいお前のどこにそんな金があった？そもそもお前のからくりは
あの原稿の付け合わせ。いやー、せっかくなら駒にもこだわりたいというか、買わされちゃったっていうか。なんだ、お金持ってきてくれてるじゃないですか。シクラさんは所長が大事そうに抱えたガマ口に目をつけた。それと謝礼は20円でしたっけ？じゃあこの20円札10枚もらっていきますね。これでやっと僕も借金が返せるな。まさかこういうオチになるとは思わんかったな。結構強引かもしれんけど、このくだりをダラダラやっても多分打足だから、まあこれはこれでいいのか。所長らしい末路というかなんというか、やっぱりもう少し助手として尽力する必要があるなと思った。ああ、握り飯代はお返ししますね、探偵さん。今さらそんな小銭はいらどう？寒いほど冷えた夜風でふと我に返る。ということは荒木パートかな？なかった。無論、荒木の影も形もそこにはなく。あらま。階層から今戻ってきたんか、これ。これまでの出来事を思い馳せているうちに結構な時間が経っていたようだ。10日か。そんなにおるんだ。短いようでいろいろあったな。その10日のうちにお嬢様にバレたわけ？何があったんやろ。あの後結局、トウコさんとメリッサさんには俺が未来人であることがバレてしまったし、そこ一行で終わらせる？マジ？ここ10日で過ごしている間、俺のいた2020年はまだ1秒たりとも進んでいない。そんな矛盾もまた面白く。俺がこの先どうなるかなんて全く知れないけれど、せめてその時が来るまでは、甘んじてこの時代を楽しみたいと思うのだった。終わりそうな雰囲気やな。第一章、開口未来の使者、エンド。ということは？オープニングムービーだ。はい。開国から60年余り、市民の心にも自由化、西洋化の風が吹き抜け、新たな文化が、数多く、醸成される時代。大陸上を巻き込んだ大戦の講和も経て、世界は美しき時代に別れを告げ、近代化のうねりは各地にさらなる動乱を巻き起こしていく。帝都の酔いで途方に暮れりゃ百鬼夜行の忍び足。怪異、怨念、たたり、あやかし。夜道で天狗が子をさらうなんて事件まで新聞に報じられる時代。人は人ならざる者の怪を、信じていて、名門飲酒には事欠かない。無論そんな現象は、まやかしに過ぎない。幽霊の正体見たり枯れ尾花。真実は空目だったり寝ぼけ眼だったりね。私の知る限りただ一人を除いて怪異なる能力なんてものは存在しないのだから。そっち系なんだ結局のとこ。けれどあるいはこんな都だからこそ誰の目にも明らかな形で真相を暴く探偵なんていう職業にも需要があるのかもしれないわね。この語りは荒木か。彼と彼女とそして彼、異なる歯車の向かう枝先にはどんな花が狂い咲いているのかしら。彼って結局あいつか。今まで出てきた男って揺れ動く運命の糸を折り歪みゆく帝都を導く桜の雲。どんな結末を迎えても最後まで見届けてあげるから。さあ解決編を始めなさい名探偵。
加藤そんなに重要な役なんか。始まった。へえ。すげえな。多分これで終わりっぽいよな。流れ的に。桜の首のスカーレットの子。へえ。絶対なんかあるよな。所長っていうの。所長は確かに所長か。あ、セーラー服着とる。フォーカさんかわいいな。メリッサ、お前は攻略ヒロインなのか。レン、メリッサ攻略ヒロインなんだ。定めはいつも。あ、すげえ。あれほん。なんかまだ、全然、まだのやつもおる。見たこともないやつ。荒らぎのパンツを見れんかったことだけが心残りだな。なんこれやっぱオープニングを見れば何があるかなんとなく分かってくるのがおもろいよな。主題歌とオープニングムービーっていうのはその作品を象徴するもんだからあれなのよ。それを読み解けばある程度ストーリーっていうのは分かるのよ。まあ今の時代なんか公式サイト行ってあらすじ見りゃいいんだけどさ。